せーの、キャンキャーイ。まこでーす。ムーです。ゆうとです。せーの、英語学校です。おなじみの3名でね。いや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 、もうね、ほぼ準レギュラーからぼちぼち大丈夫。乳酸菌として人間として今日はですね、平成が終わり令和になるってことで、はい日本酒のまたちょうど令和に向けたはい日本酒の未来についてかおーっとちょっとあれ好評でしたんで、はいはいロングセラーロングセラーですねロングセラーなんで、まあ動画自体も相当ロングなそうそう感じそうのはい20分かける20分かける3っていう YouTuber は5分ぐらいで作りなさいっていうのが教科書なんですけどね、あえて長いのをやったら意外と見てくれたんで、はいうん令和に向けたね日本酒どんな時代になるか。語りたいなと思いますよ。平成という時代は日本酒についてどうだったか、ほとんど飲めてないですからね。平成のうちの20年は飲めてない飲めてない確かに確かに、うんラスト10年だけだもんね、そう飲めただかの。らね、平成の時代というのは日本酒業界においてはかなり厳しい時代。10年ぐらいがようまあようやくやくちょっとここうう回復の兆しを見せてるけど、基本的にはもう何クラス売れたんやろね、平成だけで。1000社以上はいってんじゃないかなと思1000社ぐらい売れてる多分。平成が30年間でしょ。令和になったとはいえ今の皇太子が60ぐらいだよね、多分年齢ってことはさ、令和も頑張っても30年で90になって全体するんだったら言うて30年ぐらいでしょ。次の30年どうなるか。まあでも海外しかないよね。うん、革命が起きない限りはまあ国内はバーンって伸びることはないないですよね。この間獺祭が2月単体の海外売上と日本の売上でいうと海外の方が比重が大きくなった中国の売上がやっぱり結構大きいのであ春節の2月のタイミングだったのでポンあ、となるほどね。これは結構大きなニュースだなと僕は思いましたけどね、まあかなり大きいと思うね海外比率の方が大きくらってないないよね、ないだっ絶対ね。て基本的にやっぱりみんな10%を目指していこうぐらいなうん。はいはい感じなので50何パーを海外っていうのは考えられないですねしかもこれ100国200国の話じゃないですからね。いや本当に何万石の話で製造、あれだけの製造規模を誇っていながら、半分以上の売り上げが海外っていうのはそうすごいよだから多分そういう風に今後もなっていくんだろうね他の蔵もおそらくとはいえですよ、はいまあ獺祭の規模であったり、まあああいう規模感で物事を動かせるんであれば、海外進出っていうことは往々にしてあり得ると思うんですけど、まあ、僕らぐらいのね、はいまあ、200国300国とか、小規模な酒蔵がじゃあ海外に行ってマーケティング進められますかと、なると、まあ、体力面そうだね資金面、うんあとは人材面、いろんなところでハードルがある。だからポッと行って例えば獺祭と同じ市場に自分たちのね方面持ってって、同じように売れるかっていうとそうではないですよね。もう獺祭というブランドが出来上がってるし、獺祭というもうねかなりの獺祭としてノウハウをこう蓄積しての今の結果ですから、まあポッと海外行ってすぐ売れるわけではないじゃないですか。ちっちゃい蔵が出ていくには何が整備されればいいんですかね。でもそもそもさそういう獺祭みたいな大きい規模の会社が海外の市場をどんどん今開拓はしてくれてるわけだから、割とこうどんどん土壌はできていくとは思うのよ、道を整備してくれてるね今ね。ただ日本酒というものの受け入れは多分外国人にとって知ってもらいやすいね、受け入れされやすくはなってるでしょうね。どんどんスタンダード化はしていってるとは思う。出羽桜さんとかもすごい頑張ってるしでポッと行って日本酒持ってきましたっていうと何これっていう感じにはならないっていうことでね。お酒持ってきたのかっていうリアクションにはしてくれるし、実際ね外国人の方日本酒飲んでもらうとすごい喜んでもらう傾向があるので、まあチャンスはチャンスですよね、間違いなく。ただやっぱりノウハウがないのとその海外に進出していくノウハウがね、やっぱりどうしてもねその現地マーケティングが絶対必要じゃないですか。で現地で営業をかけたりとかってする人材であったり、資金力であったりっていうところになかなか注力できない、だからパッとその例えば展示会であったり試飲会とかって単発で行くことはできても、やっぱりそのある程度長いスパンかけて、その自分たちが作ってる日本酒をこう売り込むストーリーをも含めてね、ってやっていかないとね日本酒の中のその他大勢でしかないから、そうなんだよね、特別ね外国人が方面を売る理由にはならない。
自前ででもそれ全部やりきるのって本当にちっちゃな蔵だと、まあ正直ほぼ無理な気がしてて、そうだね、ほぼ無理だね。ってなったらやっぱりワインとかの世界で言ったらインポーターって結構重要な位置を占めてて、まあそういう地元の蔵とつながってこれだってやつを目利きして入れて、まあマーケティングブランディング含めてやってくれるっていう、なんかそういう存在が絶対各国とかにキーマンが必要になってくるけど、そこはまだあんまり育ってないのかな、そういう意味で言うと。まあそういうまあね、ソムリエみたいな機関もまだ強くはない、そうだね。ただ結構そのまあ今酒マンみたいのが、酒マンっていうお酒にマン普通に下ネタで違う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 、めっちゃ酒まんみたいな、それ悪いやつかと思った4人組で覆面かぶってやってる人見たことない？知らない。知らない？知らん。酒マンって知らない？誰？七田さんとかその辺がやってたり、そこのところ組んで、海外に特にアメリカなんだけど、アメリカに、日本酒出してて、その人たちがそっちのアメリカの市場をこうなんていうの、普通にインポーターとして、ストーリーも込みでちゃんとこう売り込んでくれるっていう人たちがいて、酒まんなんで覆面なんそれ。そういうなんかこうだからそのスーパーマンというか、スーパーマン的なそういうマスコット的な感じで自分たちを売り込みつつ、認知度も上げつつ、ちゃんと日本酒も売り込みつつっていうことをやってたりとか、いいやんいいやん。あとはワールド酒インポーターって知ってる？ジョイ・オブ・酒っていうイベントを中心としてやっているインポーターさんたちなんだけど、そことかもその各県に1社ずつしかこう蔵を選ばないで、ちゃんとその県のこの蔵っていうのをちゃんとストーリーを持って、アメリカの人とかにこう語って、売っていくというような会社があったり、結構そういうところはあるのよ。で出羽桜さんとかもそのワールド酒とかにこう一緒にやってるんだけど、中野社長が言ってたのは、やっぱりそのインポーターっていうのといかにこうしっかりコミュニケーションを取って、でそのインポーターがちゃんとあっちで愛を持って日本酒を伝えてもらわないと、やっぱりこう広まらないというか、そうだね。だからそういう人たちがいるから、そういう人たちとどううまくこうコネクトして今後やっていくかっていうのが、しかもそんなに大きい蔵じゃなくても取引してるところあるのよ。うちにもこの前来ました。やっぱりドイツ人のそういうなんかインポーター的な人が来て蔵見学させてくれって言って、まあやっぱり偉い、まあ知識もあるし語学も堪能だし、まあこういう方であればね、こう上手に伝えてくれるんだろうなという期待は大いに持てましたけどね。まあそういう人たちとこうしっかりタッグを組んでっていうのは必要でしょうね、間違いなく。本当に少数でもいいからちょっとずつ海外に出していって、しかもあっちでちゃんとこう価値感じてもらえれば結構な、まあ普通にいいお値段でも売れるわけですよ、結構ね。だからそういう風にやっていかないと、ちょっとでももう海外はうちはいいやみたいな感じになると、絶対もう可能性潰してるだけなので、やっぱりどんどんおそらくはね、ほとんどの蔵がそうだと思うんですけど、やりたいけどどうしたらいいか分かんないが多いですよ。でやっぱりそのまあディストリビューターなり、主販店なり、まあいろんな商社だったりっていうところから話をもらって、なんとなくその人の言われるがままにというかね、何していいか分かんないから、とりあえずそこに乗っかってって、とりあえずその海外に行って「蔵元です」とか言って言われてね、この人がブルワリーですっていうのをボンってされて、祭り上げられてボンって帰ってくるだけみたいな感じのことをよく聞くんですよね。まあ実際僕は行ったことないから分かんないですけど、だからそれはあんまりこうお金ばっかりかかるけど、で確かにリアクションもいいし有意義な時間ではあるけども、まあ実際に利益を埋めるかっていうと今は現状そうではない。そうだよね。なかなか、ね、1回で渡航費含めて何十万ってかけたところで、まあお酒動かせる、まあ、10ケース100本とか200本ぐらいだと、全くねその渡航費とか、ペイできないもんね、それは。でそれが継続的にでき、ね、毎月10ケースとかだったら話は別でしょうけど、っていうのがやっぱりまあ上手にこう海外に進出できてないところの一つの事例かなと思うんですよね。なるほどね。まあ、もちろんね定期的にしっかりとこう戦略的に海外にこう回ってチャンスを
ものにしてる蔵はもちろんたくさんある、一方でそのなかなか海外に飛び込めない、海外に行ったけども結果を残せないっていうのは、まあそういうことが往々にしてあるんじゃないかなと思って、だからその辺がまだ僕は怖くて海外行けてない。海外比率ゼロ、まだゼロなんだ。ゼロ。アジア圏も出してない。出してない。あ、そうなんだ。インポーター、そういうまあ広めてくれる人ってどこにどんぐらいいるのかしら。なんかそういう人との出会いが増えればそうなんだ、ね、単純に増えるのかっていう気もしなくもないんでね、まあそれこそなんかさマッチングサイトじゃないけどさ、海外進出したい蔵と、まあ、入れてその国々で売りたい人、マッチングできる場があればなんかいけそうな気もするけど、なんか結構そういうちっちゃいお蔵さんがそういうインポーターがついて海外に出ているケースで言うと、そういうインポーターさん、例えばまあ俺が知ってるところで言うと、まあ、京都の本当にちっちゃい200石ぐらいのお蔵さんなんだけど、そこのお酒を、京都市内かなんかで飲んで、でそれは美味しくて、で直接訪ねてきて、このお酒を自国に持って帰りたいと、でそこで売りたいという話になって、そこでつながるみたいなことがあるらしくて、だからこういう、まあ、主販店とかあとはその両院店で飲んでそことのマッチングっていうのは往々にしてあると思う。まあというかこういうのあるのか分かんないけど、そういう海外から入れたい人たち向けのイベントとかってあるんですか？そういう蔵元集まって試飲会みたいなんてあんまりないの？インポーター向けっていうのはあんのかもしれないけど、俺は出たことないし聞いたことないですね。あんまりメジャーにはなってないのかな。でもむしろやっぱり普通のイベントがそれにそう、普通のイベントにインポーターが来てるっていう感じですよね、普通の。だから酒フリーとかも立地的にはいくらでも外人が来てもおかしくない、まあ確かにまあ実際にそういう話をしに、なんか韓国にお酒入れませんかとか、まあそういう人たちが来てましたからね、酒フリーに。そうだよね。まあ多分そういうイベントめがけてインポーターの人たちがその発掘してるっていうのは多分あると思うんですけど、インポーター向けの専門にやってるようなイベントっていうのは聞いたことはない。もしかしたらあるんかもしれないですけど、なんかやってもいい気するけどね。もう本当にもう一般のお客さんなしでやった方が商談もその場でできるみたいなさ、まあよくビッグサイトでやってるようなさ、ああいうノリでやってもいいかもしれないけどね。だからそこまでだから日本でやるっていうことは日本にまず来てもらうっていうこともや、まあ国が斡旋してくれたりすればよりいいんでしょうね。なんかね。だし、国なり自治体が。そうだね。だしそのまあ広告というかこれをやるよっていうことを知らないとまず来ないから、海外の人たちにどう認知させるかっていうのがかなり時間かかるような気がするけどね。まあ大体アメリカとかにまあ1週間出張で現地で売り込みしますと、展示会とか試飲会とか出ますって、もろもろの諸経費込みでまあ大体70万ぐらいかかるらしいんですよ。70万。まあこれ俺言ってないから、俺実費払ってないから分かんないですけどね。まあ聞いたところで先人の話ではそうだと。70万かけて、じゃあ何本売ったらペイできるかって話ですけど、例えばね今市場価格4合瓶、まあ1本2000円とかだとするじゃないですか。大銀クラスで、まあ銀醸クラスで1本2000円でしょ。で一生瓶は向こうで売れないからで70万でしょ。そうすると3500本ぐらいですよ。まあそれは売り上げだもんね。利益換算で言ったらもう利益換算で言ったらもう倍売らないと。そうだよね。だからまあ僕が知ってる限りで海外事業部で黒字化してるところってかなり少ないですよ。やっぱりそのもろもろの諸経費かかるし、開拓用の時間と、だからほとんどの人たちが先行投資、種まきをしてるわけだよね。まあそこにやれるだけの余力があればできるけどって話だよね。まあでもそこやっぱまとめる以外ないと思うけどね。複数社で一丸となってやる。だからやっぱり輸送、その流通の問題もやっぱりあって、そのね少量だけで運ぶっていうことができないんで、だからやっぱコンテナ1個は埋めないとってなると、コンテナ1個埋めるのにじゃあ何本集めなきゃいけないか。かなりの量必要だ。そうなるとある程度ねどっかに移管しないと、ディストリビューターなり何なりに。でそうなるとやっぱマージンそこで取られちゃうから、
まあ労力の割にはそんなに儲けが少ない。そうだね。でも蔵サイドに立ってるインポーターに売りに行くみたいな人はいるのかしら。まあそういう、まあ表立ってこの人私はインポーターエクスポーターですって言ってやってる人はあんまりいないかもしれないけど、やっぱりそういう人たちを引っ張ってこうっていうふうに思ってる人たちは結構いらっしゃると思うね。だってそのもちろんダサイとかもそうだし、あとはまあ出羽桜さんとかもそうだし、それこそマスミとかね、宮坂のところとかも海外をどうやっていくかっていうのをみんなにシェアしながらやってたりとかするから、それ蔵の大きなところが他の蔵も手伝ってるってこと？手伝ってるというか、まあ、こういうふうにしたらいいよとかっていう話をで、結構その出羽桜自体も山形県の全体のね、輸出数量みたいなものを、なんかなんつってたかな、目標を持ってやってるみたいなことを言ってたような気がするんだよね。その県全体でこんぐらいまで持っていこうみたいな、輸出数量こんぐらいまで持っていこうみたいな。まあ海外はねやっぱね市場が大きいから海外にそう持っていきたいっていうのはやっぱそれぞれの蔵国内で売れないんでね、だから海外行きたいっていうのはあるんですけど、とはいえですよ、日本酒なんで日本人飲んでもらいたいじゃないですか。まあね、国酒だんで、国内で日本酒の需要を増やしていく必要ももちろんあると思うんですよ。